藤本さんのタイですね。背中のトロですね。瀬戸です。大間です。いらっしゃいませ。よろしくお願いしまお願いしす。ます。川中さんの時以来ですね。どうも、何ご無年ぶりですかね。沙汰します。4年ぶり。4年ぶりぐらい。ですかね。は過去に当チャンネルで取材した松山市の名店寿司川中で当時2番手だった若き職人が満を持して独立した2023年11月オープンの愛媛の新星、まるで美術館のような雰囲気をイメージしたというアバンギャルドな空間で税込み15,400円のおまかせを提供する、若い人も特別な日に来れる価格帯ということも意識しつつ、地魚と江戸前を組み合わせたスタイルは満足度の高い構成に仕上がっている。気さくだが細部にまで手を抜かない若大将の成長が楽しみな愛媛の次世代を担う注目店だ。塩水に通す効果って理由って何ですか？真水がやっぱ魚に対してとって良くないですよね。そう、海水にいるから。そうですね。基本塩が相性いいです。やっぱ塩が相性いいですね。奥が、これが、五門旗で五門旗岬。で手前のこれが、はい、マダイですね。これは例の例の今までの純一さんからジムさんが奥側がイサキですね。朝締めのイサキですね。手前が、今治の宮久保、はい、藤本さんのタイですね。はい、高知で作ってる塩丸さんってところの岩塩を使わせていただいてます。フレッシュ、甘い。当日だと、はい、口に吸い付いてきますよね。そうですね。旗ですね。あ、これ旗か。訪問旗とイサキなんですけど、なんかね、すごいまだ生きてる感じというか、めっちゃいいですよ。なんか目がまだクリクリしてますね。なんか死んでないというか。そうですね。しっかりこう神経締めしたやつはやっぱりこう目がこう綺麗というか美人な感じで仕上がりますよね。いや、すごいもう対抗がありますね。イサキめっちゃ好きなんですよ。取ってますね。はい。河合さんはもう今仕組みはワンオペですか？もうそうですね。営業以外は基本ワンオペで7時8時ぐらいに起きて、藤本さんがやってる一力マルシェっていうスーパーがあるんですけど、ここね魚大体お願いしてるんで、今日は9時前ぐらいに取りに行って、でこっち帰ってきて、魚洗い出すのがまあこのぐらいからで、ちょっと休憩して、魚さばき出すのがまあ3時ぐらいですよね。5時ぐらいからアルバイト来て、開店準備って感じですかね。さん帰るのがまあ2回転あると11時ぐらいまでお客さんもいらっしゃるんですけど、はい、そこから片付けしたりちょっと仕込みしたりとかしたらまあ1時ぐらいになって、ちょっと帰ってって感じですかね。ご自宅はこの辺なんですか？この辺なんで、はい、歩いてきてますね。じゃあ大体2時とか2時半ぐらいに出る感じ？そうですね。2時半に出て8時ぐらいに起きるって感じですかね。まあ多分5、6時間ぐらいって感じ。そうですね。睡眠時間。セルフブラック企業自分が頑張ってやったものを評価していただいたらすごいやってよかったなって思いますね。この間もこう今日の昼入籍してきましたって人が来てくれて、お祝いできましたってめっちゃ嬉しいです。そういうのって寿司河合さんの、このシャリのまずお米は何を使ってるんですか？これですね、雪若丸っていうお米を使ってるんですよ。ちょっと粘りが少なくて小粒なんですよね。本当にまんべんないですね、はい、ちゃんと白い部分がなくなって色がつきました。いただきます。噛んだらこうお酢が出てくるようなイメージにしてますね。なんか広がるっていうか、はい。でこれ結構温度帯でも変わるんで、一回ちょっとここから温度下げてまた温めるんですけど、マグロとかは熱いやつでいって、はい、修行中がどんだけ楽やったかと身に染みて、やっぱそうですか？身に染みてね、何が違いますか？人がいない修行中はこう
前方に言われたことやっときゃとりあえず良かったじゃないですか、今ってこうやっぱ自分の全部責任なんで人もいないですし、孤独との戦いですよね。その孤独の解消はどこで解消されるんですか？僕の趣味です。これアニメが好きなんですか？アニメめっちゃ好きで、これ何のキャラクターですか？転生したらスラムだった件ですと、あ後ろが配給ですね。あ、これ配給。はい。でも主人公のチームじゃないですね。そうそう、このネコマっていうチームがあるんですけど、大好きなんですよ。アニメゲームすごい好きで、めちゃくちゃ好きです。じゃあ仕事終わり家帰りなくて休みの日とか休みはそうですね、結構アニメ見たりとかゲームしたりとか、しますね。なかなかそういう寿司職人の人いないんじゃないですか。いないんじゃないですかね。僕の人も結構オタクやったんですけど、そうですね、アニオタゲーマーです僕。いいっすね。今日はよろしくお願いします。いただきます。ガリは甘辛いタイプでシャキシャキで美味しい。これも朝締めのアナゴですね。島根県のアナゴでございます。骨切りして炭火で火入れしてますね。塩水で洗うだけですね、この仕込みとしては。根室ですね。北海道根室の白子ですね。クリーミーに仕込みたくてですね、牛乳でつけてるんですよ僕。でも牛乳だけつけちゃうとベタつきちゃうんですね。なんで牛乳とお水を割って、そこから氷を入れてこう温度をずっと下げて、冷たい状態で保存するんですけど、うまっ。ポン酢もめっちゃうまい。美味しいですよね。温度も最高ですよ。東京のみで初期展開してきた寿司店検索アプリ酢飯ですが、この度大阪エリアを新たに拡大、掲載店舗も続々追加中です。東京も大阪も寿司店探しはこのアプリで無料ですので、ぜひ使ってみてください。仕入れ先はその藤本さん中心に愛媛のそうですね。界隈があるじゃないですか。それ以外も豊洲なんですか？これが豊洲ですね。あとは愛媛県の魚屋さんも他にも使ってるとこもありますね。すごいパンチがありますね。河合さんはまず今おいくつなんですか？30です。ずっとお寿司屋さんなんですか？もともと中華料理やってました。中華料理。パティシエ科に進学してなぜか中華に就職したんですけど、辞めて、そこからちょっとパチンコ屋さんとか居酒屋とか働きながらフータロをしてた時に、僕の師匠にあたる人に出会って、そこから最初アルバイトを始めたんですけど、それからですね、アルバイトを何ヶ月かして、そこからこう正式に弟子入りするんですけど、で7年半修行をしましたね。で一昨年の年末に、オープンさせていただきました。遅い時間の貸し切りのお客さんが、チャーハン食べたいのにチャーハン作ってって言われて、酢飯でチャーハン作りました生ガツオでございます。味噌漬けにして、これ揚げてます。最強の味噌も強すぎないというか、そうですね、ナチュラルな感じで、河合さんの性格が出てる気がしますありがとうございます。
プリッと感がプリッと感が、はい美味しい。雷からですね。包丁の切れ目がパキパキ感がある。力強くて美味しい。ちょっと見たことがあるようなないような。本当ですか？僕のすごい尊敬する、はい、寿司1個の工藤さんが使ったやつ、どうしても同じのが欲しくて。当時川中さんにいらした時は炭を直当てで確かやってましたね煙じわっていう、はいであの時よりも多分ぷっくりされて、30キロ太りましいや本当にた。マジです。サワラでございます。しっとり。しっとりです。河合さんの肌とこのサワラどっちがしっとりですか？まだ僕じゃないですか。いやサワラじゃないかな。多分サワラかな。サワラ僕一番好きな魚なんですよ。修行する前に初めて親方の寿司食べたのがサワラだったんですよ。寿司ってこんなに美味しいんやと思って、そこからこうでもサワラなかったらアルバイトしなかったと思うんですよ。続けられている理由というか、面白さってどんなところですか？カウンター商売がめちゃくちゃ楽しかったですね。そうそれまでこうホテルとかレストランだったんで、はいカウンターってこう直にこう提供して感想いただけるじゃないですか。それがすごく楽しかったですね。味美しいですね。輪郭がプリッとしてるけど身質は油系でちょっととろっぽい感じ。この味は当たりネギのパンチも含めて日本酒に合うな。濃密なブドウジュース。背中のトロですね。瀬戸ロです。どこですか今日？大間です。上中さんははい川中さんからのそうです。つながりですか？背中からの、はい、つながりですごいよくしてもらってますね。うまい。美味しいですね。シャリに塩味を感じる。感じ方が一番こうダイレクトに伝わると思うんですよ。川中さんトロタク巻きっすよね。そうですね。確か一発目。ああそうだね、はいあ懐かしい。めっちゃ熱いわ。うまっ。海苔が美味しいっす。美味しいですよね。ちょっと炙って。寿司河合さんに行きたいってなったら予約方法は何で受け付けてますか？電話とネット予約とあとインスタグラムの DM でも、はい、受け付けてます。ネットは今何を対応してるんでしょホットペッパーだけなんですよ。リクルートの、はい、愛媛強いんで、はい。う？アシンメトリータイプですね。そうです。このサイズはこの切り付けが好きですね。酢はそんなに強くないですね。酢は弱いですよ。塩より。塩が結構強めにして、酢は僕10分15分しか通してないです。この塩もかなりがっつりして塩水で、はい、一回抜きますね。はい。塩抜きしてそこから酢で締めてって感じですね。
おぼろは何のおぼろ？黄身です。黄身酢でプラスで中にも入れる。絶対やらないから。甘酸っぱい。穴子です。ちょい甘。富山です。はい。で塩があるんで余計に甘く感じる。マダイのアラでお出汁を取って、そこにお味噌溶いてますね。北海道のブリですね。一瞬塩味かなって思うけど、そっちかってコクのある酸味が強いシャリ。あんこあんこです。でシャインマスカット。はい。ごまが今治で朝倉っていう村があるんですよ。そちらで国産のごまを作ってる神谷さんっていう方がいて、その方のごまを、はい、マスカットの酸味と、あんこの甘みとごまの香ばしさが、はい、ありますね。地味にでもこの最後デザート的な甘味が出てくると嬉しいですね。こだわってるところとか、大切にしているところってどんなところですか？結構シンプルが、あんまりいじくり回さずに食材が一番いい状態で食べれたらいいなとは思ってますね。いや、なんかそのシンプルでありながら、その昔の仕事とかを現代風に直したりとかっていいじゃないですか。踏襲もしながら現代の仕込みもしたいなとはずっと思いますね。随所に江戸前の車エビとか、はい、ああいうのが美味しかったですね。いや、そうですけど昔の仕事好きなんで、はい、残ってほしい仕事はやるようにしてますね。おぼろとか特に。今ならまだ予約が取りやすい。全然取れます。でも取れなくなる予定なんでよろしくお願いします。いや、そうなると思ってます。今日本当にありがとうございました。いや、ありがとうございます。ごちそうさまでした。またよろしくお願いします。ありがとうございます。